にちは、池田真子です。今回は100均マニアが選ぶダイソーで買ってよかったアイテムを紹介していきます。上半期もたくさんのアイテムを紹介したんですけど、その中から特におすすめのアイテム10選を紹介していきます。ぜひお買い物の参考にしてください。もう私のお家は本当に家中100均グッズだらけなんですけど、皆さんは特にお気に入りのアイテムってありますか？では順番に紹介していきます。まず1点目、こちらティッシュの底上げスプリングです。こちらは2個入りで100円の商品です。商品はこんな感じで、プラスチックの素材に中にバネが入っているんですけど、これをティッシュケースの底とかウェットティッシュケースの底などに入れておくことで、ティッシュって使ってるとどんどん取りにくくなったりすると思うんですけど、それを底から上げてくれるので、いつでも取り出しやすくなるというアイテムになっています。実際私もお家にあるティッシュケースに今これアクリルテープでも固定してあるんですけど、これを使ってからもう本当にティッシュが毎回上に来てくれるので、量が減った時でも取り出しやすくなりました。こんな感じでケースの中とかカバーにセットしたら、その上からティッシュを入れるだけです。そうするとバネの力でティッシュを持ち上げてくれるので、閉じた時にこんな感じで毎回この上に来てくれるので、底に沈むことなく取り出せるようになります。で結構形がしっかりしたケースとかだと、よりこの底の方のティッシュって取りにくいと思うんですけど、これがあればもういつでも持ち上げてくれるので、毎回必死に取る必要がなくなります。でティッシュは箱ティッシュじゃなくて、こういう風なソフトタイプのティッシュに対応しているので、それだけ注意してください。でこれがあればウェットシートとかお掃除シートとか、そういう袋タイプのシートのものをケースに入れた時に取り出しやすくなるので、日々のプチストレスっていうのが減らせます。もう毎回最後の方になるとティッシュケースの上から必死に取ろうとしてるっていう方がいたら、もうぜひこちら使ってください。続いてこちらぺちゃんこポンプです。こちらは200円商品です。でこちらは結構前から販売されている商品ではあるんですけど、上半期に初めて使ってみてちょっと感動して、そこから気に入って使っています。こういうペットボトルって手で潰すとちょっと限界があったりしますよね。ちょっとやってみるとこんな感じで、私結構ね握力が弱くて手でかいのにっていう弱点があるんですけど、なのでより力もいるし大変だし、あとは潰しきれなくてかさばるっていうことがあったりするんですよね。でそんな時にこのぺちゃんこポンプを使えばもう簡単に圧縮できます。使う時はこちらを口にセットして、でこの口元を押さえながらこのポンプを前後に動かします。いきます。せーの。すごいすごいわかりますか？さっきでもまあまあ頑張って潰したのに、まだまだ圧縮できました。こんな感じでもう底の部分とかもしっかり折れ曲がってめちゃくちゃ薄くなりました。ちなみにこれも自分の手で潰して諦めたやつなんですけど、こういうちょっと柔らかめのペットボトルとかも全然変わります。これで圧縮しますね。すごい見てください。このぺちゃんこポンプを使うとこんなにちっちゃくなります。外してもこれぐらい、さっきよりもだいぶコンパクトになります。なのでこれから夏の時期、特にペットボトルのゴミも増えやすいと思うんですけど、そういう時もこのぺちゃんこポンプを使えばたくさんのペットボトルを一つの袋にまとめて入れられるので、ゴミを捨てるまでの間保管する時もかさばらないです。だいぶコンパクトになりました。で一応注意書きとして、圧縮したペットボトルは時間が経つとまた復元されるっていう風に書かれていて、なのでキャップをした状態で保管するとよりコンパクトな状態を保てるっていう風に書かれています。でもキャップとペットボトルって結構分別すると思うので、私はもう結構このまま外した状態で袋に入れちゃうんですけど、それでも手で潰してた時よりはだいぶコンパクトにまとめられているなと感じています。本当に今まで必死に手で力を入れてたのが、もう簡単にこちらを引くだけで済むようになったので、すごい楽になったし、あと楽しいっていうのも気に入って使っています。まだ使ったことない方はぜひ試してみてください。続いて紹介するのがこちら多機能引き出しケースです。こちらは500円商品です。こちらはもう結構大きい商品になっているんですけど、もうこれがあれば斜めにペンを入れられたり、引き出しもあるし、仕切りもついていて小物も収納できて、まとめていろんなものを収納できるようなものになっています。
なのでデスク周りにこう筆記用具とか小物が散らかりがちっていう方もこれ一つあれば一気にまとめられます。はい、こんな感じでこのペンを斜めに入れられるところは6箇所ついているのと、その下も隙間になっているので小物も収納できます。でこの一番上はトレイになっていて、ここもよく見るとこの先がちょっとこう斜めに上がっているので小物を置いた時に落ちにくくなっています。でこの隣の場所がこちらの仕切りを使って自由に収納を作れるスペースになっています。これがあれば物に合わせて仕切れるので、小物が倒れたりとか他のものと混ざったりすることなく収納できます。仕切りは4つついています。でその下のスペースは引き出しが2つついているのと、あとこう中もパッと見て分かるようになっているので小物を収納しやすいです。でこの引き出しは一応上にストッパーがついていて、外す時はちょっと傾けたらこんな感じで簡単に外せるので物の入れ替えもしやすいです。結構デスク周りを整理するのにいろんなケースを買い揃えると意外とこうゴタゴタして見えたりとか統一感がなかったりすることもあると思うんですけど、これであればもうこれ一つ買えばいろんなものをまとめて収納できるので、もうどれとどれとどれ買えばいいかわからないっていう方はこれを一つ買えば解決しやすいと思います。筆記用具や小物を見えない場所に収納してしまうと結局テーブルの上が散らかりがちっていう方も、これがデスク上にあればもういつでもこう出し入れしやすいのでテーブルの上が散らかるのも防げます。はい、ちょっとこの中でデスク周りで使えるアイテム紹介していきます。続いてこちら、取り付け式引き出しです。こちらは200円商品です。はい、こちらはデスク裏に貼るだけで引き出しが簡単に取り付けられるケースになっています。これがあればデスク周りで使いたいものをこう近くにしまっておけるのでテーブルの上をすっきり片付けられます。でこちらは大きいタイプと小さいタイプが販売されていたんですけど、この上半期はこの細長いタイプっていうのも発売されて、これもすごい便利だったので紹介しました。この細長いタイプはね、リモコンを入れるのにちょうどいいんですよ。で上にも付属で粘着テープがついているんですけど、これは結構剥がし跡が残りやすいタイプになっているので、過去にこうクリアファイルを貼ってその上からアクリルテープを貼る方法とか、あとはまだ使用前の状態であればこの隙間にアクリルテープを貼って固定することもできるので、そういう感じで工夫するのがおすすめです。私はこの端にアクリルテープを貼ってデスク裏に浮かせていたんですけど、この上半期ずっと使ってたけど落ちたことはなかったです。で手前から引き出すと、はい、こんな感じで全部抜けてしまうことはないので、そのままこう落ちてしまうみたいな心配もないです。で小物や文房具を入れたりとか、よく飲むサプリとか入れてもいいし、必要な時にもうさっと取り出せるようになるので、これは本当に便利でおすすめです。ただちょっとね、この細長いタイプはこの薄いブルーしか見たことがなくて、この形も白が出てくれたらいいのになっていうのはちょっと思ってますなので今まで販売されていた形と色は少し変わってしまうんですけど、形的にすごい収納しやすかったのでこちらもおすすめです。
はい、続いてがさっきの進化版なんですけど、こちら取り付け式引き出しケースの粘着タイプです。これは小さいサイズが200円、大きいサイズが300円で販売されています。はい、こちらも棚裏やデスク裏に貼ることで収納が作れるような商品になっています。これはさっきとは違ってこう手前に引き出してからで下に下ろす。そうするとこんな感じで物を出しておけるような商品になっています。なのでこちらのタイプは使う間はずっとこう出しておけるっていうのが便利です。で戻す時はまたこういう風に持ち上げてで戻す。こうすることで棚裏やデスク裏を収納スペースとして活用することができます。でそれぞれこの仕切りの部分は取り外しできるようになっていて、小さい方は2つ、大きい方は3つの仕切りがついています。なので入れたいものに合わせて幅を調整できます。でさらにこちらの商品に関しては裏の粘着が透明タイプに変わりました。なのでこのタイプのテープは剥がし跡が残りにくいタイプになっているので、別でアクリルテープを用意したりとかクリアファイルで工夫することなくそのまますぐに使いやすいです。でこの引き出したり戻す時にちょっと最初はコツがいるかなと思うんですけど、慣れてくれば使いやすいと思います。デッドスペースを生かした収納が作りたい方におすすめです。はい、続いてがこちらクリアトレイです。こちらは形違いなんですけどそれぞれ100円で販売されています。でクリアトレイといえばいろんな形のケースが100均にはあると思うんですけど、このクリアトレイはちょっとなんかこの質感が見える場所に置いてても可愛いタイプになっているのでいろんな場所で使いやすいです。なんかちょっと透明感もあって見せる収納がしやすい感じのケースになっています。でしかもこのケースが浅いのでちょっと浅めの引き出しの中の仕切りとしても使いやすいです。でさらにこのケースこの角の部分がカクカクしていなくて、なのでちょっとケースの底が汚れたりとかしてお手入れしたいっていう時もここがね拭き取りやすいんですよ。でさらにこのケース積み重ねて使うこともできるようになっていて、このサイズ違いを組み合わせるとスライドできます。はい、こんな感じでこのミニサイズの方のケースを重ねると使いたい次にこういう風にスライドして使うことができます。なので例えば下に細かいものを収納した時もわざわざ抜けなくてもここから取り出せたりとか、ちょっとずらしてこっち側から取り出したりっていうこともできるので、いろんな場所でいろんな使い方がしやすいっていうのがおすすめポイントです。今までのクリアケースはそのケース感が強すぎてちょっと見える場所に置くにはインテリアで馴染みにくかったりするんですけど、これはちゃんとトレイになっているのでインテリアにも馴染みやすいデザインになっているし、この浅さのおかげで高さを有効活用した収納が作りやすいです。小物や文房具、コスメなども収納できるし、ちょっとしたアクセサリーとか香水などを置いてトレイとして使うこともできるし、持っていたらいろんな場所で活躍できるトレイです。
はい、続いてこちら。水切りできる D 型まな板です。こちらは200円商品です。他に小さいサイズで100円商品のものもあります。はい、こちらは D 型のまな板になっているので、キッチンに置いた時に手前に寄せやすいっていうのと、ちょっと広く使えるようなイメージになります。でさらに多機能にもなっていて、はい、こんな感じでこの上の方が縁がついていたり、水切りできる穴もあるので、食材を洗って水を切りやすいです。で他にサイドにちょっとしたおろし器っていうのがついていて、ここで生姜とか薬味をおろすこともできるようになっています。でさらにフック穴もついているので、かける収納もしやすいです。で裏には滑り止めもついているので、切っている時にまな板が動きにくくなっています。でこれはもう本当にすごい軽いので扱いやすいし、で大きいので切りやすいしっていうので、すごいあったら便利だなっていうのでめちゃくちゃ活用してました。で新しくまたリピ買いしました。なんか本当にちょっとしたものを切りたいっていう時に気軽に使えるし、洗い物をする時も軽いので扱いやすくてすごく便利です。なんかちょっとサクッとこれだけ切りたいっていう時に重たいまな板を使うと大変だったりとか、洗い物する時も重かったりするんですけど、これはもう本当に気軽にさっと取ってさっと切ってさっと洗えるので、1個あると便利なまな板です。あとこのおろし器が意外としっかりおろせるので、なんかそんなに高頻度でおろすわけじゃないけど、ちょっとした時に使いたいっていう時にこれがちょうどいいです。わざわざ別でおろし器を用意する必要がないのも助かります。プラスチック素材なので、どうしても傷つきやすいっていうのはあるんですけど、気軽に使えてこまめに買い替えやすいのも気に入っています。はい、続いてがこちら。ボトルスポンジホルダーです。こちらは100円商品です。こちらは置き場に困るボトルスポンジをここに引っ掛けて収納しておくことができるような商品です。でこれは別でフックにかけるパーツとこの吸盤が付属しているので、水切りかごに引っ掛けたりとか吸盤で貼り付けて好みの場所に設置できるようになっています。でこんな感じで下向きにも上向きにも収納できるようになっています。でこれがあればシンク内でボトルスポンジを乾かしておくことができたり、出し入れもしやすいので、普段ボトルスポンジを使う時にわざわざ扉開けたり引き出しを開けたりとかしなくてもすぐに使いやすくなりました。一応対応スポンジは裏に書かれているので、こちらを確認してから購入するのがいいと思います。はい、続いてがこちら。ゆらゆら隙間ブラシです。こちらも100円商品です。これはボトルキャップの隙間とかお弁当箱の縁とかタッパーの縁とか、そういう細かい隙間をお手入れできるブラシなんですけど、こういうちっちゃいブラシって収納しにくかったりとか置き場に困りやすかったりしますよね。でもこちらはこの下に重りがついていて、もうこれで自立するようになってるんですよ。なので使った後そのままポンって置いても倒れちゃったりとかどこかに落ちてしまうっていうこともなく、もうこのままこんな感じでもうポンって置いても自立してくれるので、使った後ももう気にせずポンって置けるので、これすごい便利で良かったです。キッチンにいろんなものを置いてたりとかして、もし当たったりとかしてもこんな感じで起き上がりこぶせみたいな感じでゆらゆらと戻ってきてくれるので、倒れる心配もないです。しかもこのブラシを使う時も結構この形が握りやすくってお手入れもしやすいので気に入って使っています。この小さい隙間ブラシの置き場に困ってるっていう方はぜひこちらも試してみてください。
はい、最後はこちらです。トラベルコスメポーチのスリムです。こちらも100円商品です。もう最近はね、100均でいろんな形のメッシュポーチ出てきていると思うんですけど、このスリムタイプのポーチがすごい便利です。こちらはもう本当にシンプルなメッシュのポーチになっているんですけど、これはポーチインポーチのような感じで使えるのがおすすめです。私はこんな感じでメイクブラシとかピンセットとかメイクの時に使うツール系をこの中に収納しています。でこれだったらもう本当にかさばらないので、こういう大きいポーチの中にも入れやすいです。はい、こんな感じです。結構ああいう細かいものってポーチの中でいろいろぐちゃぐちゃになりやすかったりとか、毎回取り出す時に漁る必要があったりすると思うんですけど、これだったらもうさっと取り出すことができるし、ぐちゃぐちゃになることもないのですごく便利です。でメイクツールに限らずこういう筆記用具とかも収納できます。本当に最小限のペンケースみたいな感じでも使えますよね。でたくさん物を入れてもメッシュなので両面から物を探しやすいっていうのもすごく便利です。このスリムでフラットな形っていうのが今まで意外となかったので、ポーチの中とかバッグの中を整理したいという方はぜひ探してみてください。はい、ということで今回は上半期にダイソーで買ってよかったアイテム10選を紹介しました。いろんなアイテムを使った中でも今回紹介したアイテムは特にいろんな方のお家で活用しやすいものでもあったと思うので、ぜひ気になるものがあれば試してみてください。でまたセリアバージョンも上げようと思っているので、公開したら概要欄にそちらも貼っておきます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。